こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回は、ルワンダのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか、一緒に見ていくのだ。はい、かしこまりました。ルワンダの紹介文を作成するのだ。千の丘の国と呼ばれるルワンダは、アフリカ大陸の東部、内陸に位置する小さな国なのだ。首都は美しく整備されたキガリだよ。かつて悲しい内戦を経験したけれど、現在は奇跡的な復興を遂げ、安定した共和制の下で発展しているのだ。人口はおよそ1300万人。若い世代が多く、活気にあふれているのだ。主要産業はコーヒーや紅茶などの農業だけど、近年は観光業や IT 産業にも力を入れているのだよ。キガリはアフリカで最も清潔な都市の一つとして知られ、プラスチック袋の使用が禁止されるなど、環境意識がとても高いのも特徴なのだ。過去の悲劇を乗り越え、未来へと力強く進むルワンダ。その持続可能な発展と国民の努力は世界中から注目されているのだよ。ぜひ一度訪れてほしい魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。31年越し、ハリャリマナ大統領期からの生還、センケリゴ長が語るという記事なのだ。ルワンダの歴史を変えた大事件について、セニエリ・サラティエルゴ長が31年ぶりにその経験を語ったのだ。彼は1994年4月6日にハリャリマナ大統領機が撃墜され、ルワンダ虐殺の引き金となったその飛行機に乗るはずだった大統領の長年の護衛だったのだ。本来なら大統領と一緒に登場するはずだったけど、ブロンディ大統領らが登場することになって、セニエリゴ長たち護衛のスペースがなくなり、登場を免れたのだ。この偶然が彼の命を救ったのだ。実は、ダーエスサラームの空港で、サイールの警備員から飛行機が標的になる可能性があるという警告を受けていたそうなのだ。セニエリゴ長はこの情報を伝えたけれど、大統領は家に帰りたいと言って警告を無視したのだ。大統領は以前にも命を狙われたことがあり、またやられても構わないと話していたという衝撃的な事実もあるのだ。大統領の家では敵対する RPA が運営するラジオ、ムハブラもよく聞かれていたそうなのだ。撃墜後、セニエリゴ長はゴーマに避難し、後に RPA によってルワンダに送還されたのだ。彼は静かに暮らしてきたけれど、今、自身の生存そのものが歴史の重要な証言だと語るのだ。彼の命が救われたことで、ルワンダの運命を左右する瞬間を彼が目撃できたのだ。二つ目のニュースなのだ。原子力発電、グリーン電力と大胆な未来への道という記事なのだ。アフリカ大陸は今、人口増加や産業の成長に備えて、グリーンで安定したエネルギーがとっても必要なのだ。そこで、ゼロカーボンでずっと電力を供給できる原子力エネルギーが注目されているのだよ。世界的な原子力大国である中国は、たくさんの原発を動かしているのだ。その経験からエネルギーを安定させつつ気候変動にも対応できるって証明しているのだ。中国核工業集団 CNNC はこのすごい経験を生かしてルワンダ山をはじめとするアフリカの国々と協力して経済を成長させたりエネルギーを安定させたり気候変動に強くなったりするお手伝いをしたいと考えているのだ。 CNNC さんはウラン探しから廃棄物管理まで原子力開発のすべての工程をカバーしているのだ。パキスタンやナイジェリア産などでも実績があるし、アフリカの10カ国以上でクリーンなエネルギーへの移行を応援しているのだよ。 CNNC さんが提供する技術は大型炉の花竜1号や安全性が高くて産業にも使える小型モジュール炉 SMR の高温ガス炉、それから多目的に使える ACT100 などアフリカの多様なニーズに合わせた解決策を提供してくれるのだ。
中国が原子力で発展した道のりはルワンダさんにとってもとっても参考になるのだ。最初は研究から始まって自国での開発と海外との協力、そして産業界、学術界、研究機関のチームワークが成功の秘訣だったのだよ。ルワンダさんが原子力エネルギーを導入するなら、この中国産の経験を参考に以下の5つのポイントが特に大事になるのだ。1つ目は実績ある小型モジュール炉を優先して早くを安く導入することなのだ。2つ目はしっかりしたルールと専門家を育てて安全と信頼を守ることなのだ。3つ目は地元の人たちを育てて雇用を増やし経済を元気にすることなのだ。4つ目はいろんな方法でお金を集めてプロジェクトを進めることなのだ。そして5つ目は原子力に詳しい国々と協力して技術やインフラを共有することなのだ。これらの取り組みでルワンダさんはビジョン2050を達成し、クリーンで信頼できる電力の地域リーダーになれると期待されているのだ。3つ目のニュースなのだ。ルワンダ社会、食人行為は皆無という記事なのだ。ケニアがウェストポコット郡で人肉食や臓器摘出の疑いで外国人、特にルワンダ人を調査するとの報道があったのだ。責任ある国家として当然の対応ではあるけれど、ルワンダにそのような疑惑がかかることに筆者は驚きを隠せないのだ。ルワンダ人である筆者からすれば、人肉食というのは歴史的にも文化的にも全くの事実無根なのだ。長い歴史の中でルワンダ社会に人肉食が慣習として存在したり語られたりしたことは一度もないのだ。伝統的な社会では KIRAGIRA という厳しいタブーがあり、死者の尊厳や身体の不可侵性が深く尊重されていたため、人肉を食べる行為は許されなかったのだ。それは単なる犯罪ではなく精神的な破綻とみなされたのだ。ルワンダで唯一人肉が消費された記録があるのは1994年のツチ族に対する虐殺の時だけなのだ。ルワンダ南部のキンナジ地域ではジェノサイド政府と民兵によって動員された人々がツチ族を殺害するだけでなく、その心臓を食らうという残虐な行為に及んだのだ。これはキンナジ虐殺記念館にも証拠と証言が残されている恐ろしい歴史の一部なのだ。しかしこれはルワンダの文化的な行為ではなく、国家指導のテロと社会や道徳の完全な崩壊の結果だったのだ。誤った情報が簡単に広がり、偏見へとつながる危険性があるのだ。ケニアの皆様には徹底的な調査を行い、責任者を処罰し、コミュニティを守ることを願うのだ。人肉食は決してルワンダの物語ではなかったし、これからもそうではないのだ。4つ目のニュースなのだ。アクセス銀行 GIRA アクセスキャンペーンで融資拡大という記事なのだ。アクセルバンクルワンダが GIRA アクセスキャンペーンでルワンダの皆さんの金融アクセスを大きく広げるのだ。特に中小企業 SME の皆さんの生活を変えることを目指しているのだ。このキャンペーンでは融資の限度額がなんと2億5千万ルワンダフランまで増えたのだ。しかも住宅ローンや自動車ローンは今まで自己資金が必要だったのに、これからは 100% 融資してくれるようになったのだ。これにより夢のマイホームや車の購入がもっと身近になるのだ。銀行にアクティブな口座があれば申請できるし、口座がなくてもしっかりとした金融履歴があれば相談に乗ってくれるから幅広い人が利用できるのだ。アクセルバンクは物理的な拠点も拡大中で、今年の支店を2つ増やし、来年にはさらに3つオープンする予定なのだ。さらにスマホでローンを申し込んですぐに受け取れるモバイルベースの融資申請システムも開発中だから、ますます便利になるのだ。給与所得者の皆さんには最高4000万ルワンダフランまでの無担保ローンがあるのだ。これは手取り給与の20倍まで借りられる計算で、最低手取りが200万ルワンダフランから利用できるのだ。さらに
月に10万ルワンダフラン以下の収入でも1日に3回口座に入金すれば利用できる給料日ローンも用意されているから、少額でも困った時に助けになるのだ。アクセルバンクの魅力は、一人一人に担当のパーソナルリレーションシップマネージャーがついて、きめ細かくサポートしてくれることなのだ。アフリカ全土での成功を支えるパンアフリカ銀行を目指して、金融サービスを通じて皆さんの成長を応援しているのだ。5つ目のニュースなのだ。カガメのルワンダ、誰も無視できない異色の存在という記事なのだ。ルワンダとカガメ大統領はまるで優等生みたいにアフリカの国々にちょっぴり不快感を与えているのだ。他国が準備不足や怠惰に見えてしまうからなのだ。世界銀行のビジネス環境ランキングでアフリカ第2位になるほど、ルワンダは税制改革や事業許可などで多くの改善を進めたのだ。これは飾りではなく、真剣に取り組んだ結果なのだ。他のアフリカ諸国もルワンダの躍進を見て、自分たちのランキングを気にするようになったのだ。2021年にできた BK アリーナは、東アフリカ最大規模で、スポーツイベントや会議を多数開催しているのだ。これは単なる建物じゃなくて、アフリカでもできる、という強いメッセージになったのだ。ケニアやウガンダも刺激されて、新しいスタジアム建設や改装に動き出したのだ。さらに、VISIT、RWANDA のロゴをサッカークラブのユニフォームに乗せて、観光客誘致に成功したのだ。他国もこれを真似て、観光ブランディングに力を入れ始めたのだ。ルワンダは、小さな国でもテックスタートアップみたいに自分を売り込めることを証明したのだ。ルワンダはコーヒーや紅茶だけでなく、デジタル技術も輸出しているのだ。自国の政府サービスポータルやオンライン納税システムをエワティニやケニアなどが導入しているのだ。これはヨーロッパや北米のコンサルタントより効果的で手頃だと言われているのだ。カガメ大統領自身も、その率直なスピーチやリーダーシップで、多くの国の若い人たちから、こんなリーダーが欲しい、と憧れられているのだ。キガリがアフリカの会議の中心地になり、ルワンダ航空も成長して、他の国々が航空会社を再興するきっかけにもなっているのだ。ルワンダのこの成功は、1994年の虐殺から規律と粘り強い改革で築き上げられたのだ。完璧ではないけれど、道路はきれいで、公共サービスは機能しているのだ。ルワンダは、言うだけでなく、実行して結果を出す国なのだ。だから、他の国にとって、ルワンダは無視できない、できる、生徒であり、アフリカが必要としている存在なのだ。悲しい過去を乗り越え、未来へと力強く進むルワンダは、まさに希望の国なのだ。グリーンエネルギー導入やデジタル化、金融改革への取り組みは本当に素晴らしいのだ。前向きな努力を続けるルワンダをズンダモンも応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。